山川紀子さんは東京大学をご卒業され、夫山川光栄さんと共に海外生活を体験後、マッキンゼー&カンパニーなど外資系会社をご勤務を経て、現在は精神世界の翻訳家、著作家、講演家、スピリットダンス主催、セミナー講師などで幅広い分野でご活躍なされています。山川紀子さんご自身のご著書では、神様に愛される最高の生き方、受け入れの極意、精霊のささやきなど多数あります。その中でも宇宙で唯一の自分を大切にする方法では、自分を愛するとすべての問題はなくなるというメッセージが込められています。エリートコースの人生から本当の意味での豊かな人生を実現なされるまでのさまざまな心の模様が描かれています。自分、宇宙とつながり、楽しく生きるために人生の解釈を変えるヒントが散りばめられ、この対談でも自分を愛することについて詳しくお話しいただいています。で、だからそのセミナーっていうのは私はすごい、それも神様が用意してくださったセミナーなんだけど、私たちはすごくいいところから入ってきたと思うんですね。何も精神世界なんてそういう世界がある、そういう世界実はないんですけど、そういうそっちのなんかいわゆるふわふわイメージみたいなところから入ったんじゃなくて、本当に自分を厳しく見つめましょうっていうところから入ってきてるんですね。で最初にそれに導かれたのが夫で、夫の場合はもともとその自分自身をすごい自分は素晴らしいと思ってる人だから、その自分の中の可能性とか、自分の中にあるもっと喜びとか明るさとか、そういうところにパーッと焦点が当たって、そこを伸ばしていけた人だと思うんですね。で私はその彼に遅れること8ヶ月でそのセミナーに行ってみて、でやっとそこで追いついたわけでその8ヶ月もたもたして、もううちの夫は宗教に染まっちゃってもう離婚した方がいいかとか、なんかいろいろ問題たくさんあったんだけど、でもそのセミナーの人にいろいろ会ってると本当に花開いていく人がいっぱいいるんですよ。で8ヶ月前に初めて会った時には全然あんな人だったのに、私と同じように硬い人だったのに、なんでこの人は着るものから表情から何から全部変わっちゃったのみたいな人がいっぱいいた。何人もいたのにいっぱいでもないけど。で最終的には面白いことに、でも主人にね受けろって言われると嫌なんですよ。ね、で、そんなもんは絶対嫌だとかみんなやってるのよそれ、ね、でも他の人から言われるとそうかなと思うわけですよね。でもそれは私だけじゃなくて、もう私いつも奥さんの方がよく言うけれども、ご主人がなんか健康状態とかそれダメよ、これを食べなさいとか言っても、いくら奥さんが言っても絶対食べてくれないのに、誰か他の人に言われて帰ってきて、あの人にねこう言われたんだ、僕これ食べる。なんだそんなこと私が1年前から言ってるじゃんみたいなこと。だから私だけじゃないんだけど、本当にまさにそのもので、8ヶ月ぐらい経った時に私の上司が、ロバートさん、ウィルクさんっていう人が、アメリカ人が、それまで知らなかった、この人変わった人だなって、変わってるけれども、なんかとってもいい人だなと思ってた人なんだけれども、で彼がそのセミナーの卒業生だってことが分かったんですよ。で、セミナーっていうのはどういうものを作ってるかっていうと、
なんかそのまだ眼鏡をいっぱいかけた人を投入されてきたら、その眼鏡を外すのがセミナー。うんうんうん外すのは私たち自身なんで、外すのを手伝ってくれるのがセミナーなわけですね。うん。で、そこで私がその8ヶ月間に見た人たちっていうのは、もう最初にかなり前から知ってる人って見て、受けた人が何人もいたんで、その人たちは本当に私と同じように厚い眼鏡をかけたのに、出てきた時には違う人、眼鏡が取れてて、もっと綺麗になってた。綺麗になるんですね、みんなね。で、そういう人を何人も見てて、で、ウィルクさんの場合は私知らなかったけども、その取っちゃった後のウィルクさんをずっと見てたわけですよね。で、後で知ったら、いや、僕はあそこのセミナーを受けて、そして全部いいとは思わないけれども、おかげで僕はすごく人生変わったんだよっていう話を聞いた時に、彼に夫がもう絶対受けなきゃいけないって言うんだけど、どうしたらいいでしょうって言ったら、それは受けた方がいいよって言われて。で、素直に初めて。そうそう、もうその時は受けた方がいいかなとか思い始めてたんだけど、でもやっぱりこうね、そういう人が言うんだったら、まあ受けなきゃと思って受けたら、私の場合は大成功。もうその8ヶ月間に吸ったもんでやってたから、用意ができてたんですね。で、まあ途中ですごい変わる変化ってなんかちょっと怖くなかったですか？すごい変わっていくっていうか、どうなるんだろうっていう、怖いです。私はね、怖いです。で、要するにね、主人を見てて、すごく嫌だとかね、不満があったっていうのも、結局自分が変わるのが怖かったんです。自分が変わるっていうのは、多分その自分で今の自分を拒否する感覚なのかな。っていうか、今すごくみんなが言うのは、エゴね。自分のエゴが、要するに眼鏡を取るっていうのは、エゴが死ぬってことなんですよね。なるほど。エゴが死ぬ。エゴっていうのは言い方をすれば、その眼鏡そのものがエゴなわけですね。眼鏡をかけて、そこを通して見てるのがエゴ。まあ、ちょっとそこら辺わかんないけど。自分の思い込み。で、エゴってやっぱりこう死にたくないわけ。今のまま自分でいたわけですよ。もう怒ったり憤慨したり、または、ね、自分なんてと思ったりするのがエゴなんだけど、のエゴはずっといたわけですよ。死にたくない。だから私のエゴは昔の夫に、お前はセミナーに行って変わんなきゃいけないって言ったら、エゴが当然拒否するわけですよね。私は死にたくないもんって。そのエゴってね、そのエゴの声なのか、それとも自分の心の直感の声なのかっていう最初の段階の人って思うと思うんですけども、完全にエゴですよね。単純にでも分かんない。それは区別できない。怖いですよね。でも私やっぱり本当に怖い間はね、もうやっぱり変われない。あんまり怖い時には変われないね。で、時期っていうのは決まってるから。人によってタイミングが。そうなんですね。で、タイミングが違うし、そのタイミングっていうのは必ず用意されてるし、だけど間違いとか間違いじゃないって実はないんだけれども、でもよく時々ありがちなのは、もう無理やり連れて行かれちゃった時っていうのは、早すぎてね、でそれも必然で起こってはいるんでしょうけれども、なんていうのかな、待って、あと8ヶ月待ってくれればすんなりいけたのに、8ヶ月早く行っちゃったばっかりになんか傷を作っちゃったってケースもあり得るわけですよ、本当にね。だってやっぱり本当に今はあんまりギャップがありすぎると飛べないじゃないですか。だからね、ここまでいけないでちょっと滑っちゃったみたいなこともあると思うんだけど、だから人間って私は早すぎるってことがなくて、本当にもう8ヶ月間抵抗したってそんなの無駄だったよねって言われても、いやそうじゃなくて、私はその8ヶ月間必要だったからねっていう感じ。だ
8ヶ月経って、どういう顛末が起こったかっていうと、8ヶ月経ってやっと行くって決めたら、もう私本当に残業100時間ぐらいしてるものすごいワーカホリックだったんだけど、もうちゃんと休暇が取れて、行けちゃったんだけど、でもそのセミナー、夫なんかは楽しい楽しいで終わっちゃうんだけど、私にとってはやっぱりすごい恐怖のエゴがある人だから、ものすごい怖くて辛くて、実は私は途中でセミナーを抜け出しちゃって、やめちゃいけないっていう誓約書を書かされてるんだけど、もう飛び出しちゃって、もうやめるって言って、で本当に飛び出しちゃったんだけれども、でも飛び出した途端にどう思ったかっていうと、このセミナーが私を救ってくれると思ったんですよ。それはで救ってくれるって思ったのは考えとかじゃなくてふって思ったってことですか？思った。そう。で、飛び出すっていうのはどういうことかっていうと、私は人にもうこの13人ぐらいしかいない仲間だったんだけど、仲間の全部から私は嫌われてる、仲間外れされてるっていうすごい感覚があって、そしてもそこに行けなくなっちゃって飛び出しちゃったんですね。別に向こうの人は私をそんな阻害してるつもりも何もないんだけど、まあ自分で勝手にみんなは意地悪で私のことのけ者にして私はダメとか言って、でもいたたまれなくて飛び出しちゃったんですね。でそれで飛び出しちゃって、実は神戸で受けてて、私は東京に住んでたんで神戸からすぐ帰っちゃって、でだからもう新幹線に乗った途端に思ったんですよ、このセミナーが私を救ってくれるって。そういうこと思ってもいなかったもんだって。すごい。へえ。だから私はすごく8ヶ月準備してたのに、そのセミナー自体はものすごい辛かったんですよね、最初はね。飛び出しちゃって、それが3日目に飛び出したのかな。3日目に飛び出して、あと土日が残ってたんですね。で、飛び出して東京に帰ってきて一晩まんじりともしないで本当眠れなくて、でもこのセミナーが私を救ってくれるっていうのはもうそれは確信っていうか、もうそれは事実として自分の中にあって、でもどうしたらいいのか分かんなくて、もう飛び出してきちゃったから救ってもらうわけにもいかなくなっちゃったみたいな感じでね、すごく辛かったんだけど、結局翌日夫が神戸から東京に戻ってきたっていうか、来て、でその夫になんかその15年間結婚して15年間に起こってきたいろんなことがどんどん走馬灯みたいにわーって、あの時はこうしてほしかった、あの時はこんなこと言われたくなかった、もう本当にバカみたいなことどんどん出てきて、それどんどん言ってるうちに、はっと軽くなって、私は違う異次元に行っちゃったっていう体験しました。その時は高野さん全部受け止め、ふんふんってただ聞いてましたね。聞いてくれたもうこっちの勢いが出てくるのがすごいしね。ただ彼はそんなこと言ってくれれば全部やってあげたのに。私もそうだよねって思うんだよね。でもそれなかなか日本人の女性ってなかなか相手のことをおもんばかってなんか本音が出せないっていうか、こんなこと言ったらこう思うんじゃないかって言う前にすごい考えてしまうところが総じてすごいある。私の場合は結局本当にその時にはね、まだ自分が自分のこと好きじゃないとか嫌いだとか自己肯定低いっていうことはまだ分かんなかった。そんななんていうのかな、概念があることすら知らなかった時。ただその時に気がついたのは、私は人に何も頼めない人だったって。欲しいって、なんていうのかな、夫にはもちろんのことなんだけれども、自分の親とかね、そういう親に対してもちゃんとはっきりなんか私こうしてほしいとかああしてほしいとか多分言ってなかったってことに気がついた。小さい時からですか？多分ね、すごい小さい時はそうかもしれない。今飛行機が飛んでで
それが見えた。いや家から見えるってすごいね。ないけど、元の。で、そのね、なんか、私3番目の女の子でしょ、なんですよ。だから、姉たちはすごい要求が強い人たちだったんだけど、私は洋服が欲しいって言っても母がくれるまで待ってる。それは気を使って、まあ、お金かかるから気を使ってなのか、それとも、そんなに、そういう頭が働くわけじゃなくて、もうただ、むしろ本能的っていうかね、私が頼めなかったって方ですよね。で、例えば今でも思うのは、結構その洋服とかそういうことに出てくるんだけど、姉が2番目の姉って結構こう、1番目は一番やっぱり大事にされるでしょ。2番目は女の子だから、まあ、戦争中に生まれた女の子で、女の子とか言ってあんまり大事にされないでしょ。で、3番目はもっと大事にされないでしょ、女の子。2番目はね、またすごいこう気持ち強いから、1番目の姉が美人でいろいろこう洋服なんか作ってもらうと、2番目の私も作ってとか言って作ってもらうと、なぜかその頃はまた洋服屋さんが作る。不細工なものができてくるわけね。作ってもらったのに、不細工なものが。でそうすると、2番目の姉はなんていうか、私はこんなの着たくないわっていうわけよ。もっと新しいの作ってって言うと、私作ってくれるわけ。すごいな。豊かなお家だったんでね。すごい。で、そうすると何が起こるかっていうと、じゃああなたがこれ起きないんだったら妹のあなたが来なさいって私に来るわけです。私ははい来ますって言って、ね、今でもちゃんとその不細工な王は覚えてるんだけど、それをするわけ。そういうことだったんですよ。まあさ、上が良かったらそうなりますよね。そのなんかこう上がバーって言うんだったら。だからそういうふうに私はなんかそれっていうのは当たり前だと思ってたわけね。でもそれは癖になってるから、今度夫と結婚してもやっぱり自分が一番夫に言われたのはこれってなんかみんなのためになるから言ってるのかどうかわからないけど、まあいろんなちゃんとご主人に言える人が若い人は多いと思うけどね。夫がね、シカゴに留学してたんです。まだ30代前半ぐらい、30ぐらいの時にね。で、その時私、東京で働いてたんだけど、クリスマスに会いに行ったんですね。で、クリスマスに行って、クリスマスになんか私の中じゃせっかくハワイじゃシカゴに行くんだから、1回ぐらい美味しい素敵なレストランでディナーをしたいかぐらいで行くわ。私はそういうのあんまり好きじゃない人。私はそう思う。女の子だからそう思います。思いますよね。思います、断然。ところがね、クリスマスってアメリカはどういう時期かっていうと、みんな家庭の中でお祝いする時で、だからレストラン空いてないんですよ。でも空いてるところもあるし、ちょっと時期クリスマスですぐじゃないから、ちょっと時期ずらせばね行けるはずなんだけど、ね、夫はそんな学生だから貧乏生活してるから、なんかそのクリスマスは寮に入ってたんだけど、寮の食堂もなくなっちゃうから、僕はねこういうの買っといたとか言って、ジャムとねバカなく買ってね、冷蔵庫に詰まっててね、これで何日か食べようとかいう感じ。アメリカに来た意味ない。アメリカに来た意味ない。それ、日本より、わざわざ飛行機代出してアメリカ来た意味ない。しょうがない、クリスマスだからしょうがないんだけど。私がっかりしちゃって、で、何待つわったら。もしかしたら、ね、アメリカからもう日本に帰らなきゃな一言ぐらい言ったかもしれないんだけどね、それも出てきたわけですよ、ちょうど。あな
時にはね、1回ぐらいね、綺麗なレストランにご飯食べたかったって言ったらね、言ってくれればそんなことやってあげたのにって言われて。ああ、そうそれで、か。うん。で、その時に私はやっぱりなんとなく、私って変なんだって思ったのね。確かにちゃんと人に、なんか向こうが気を使ってくれた分には嬉しいんだけれども、自分の方からこうしてはっきり言わないことが多い。全く言わなかったらないと思うけどね。で、あとはやっぱりよっぽど嫌なことがあったら、こうもうちょっとこう綺麗にしなさいとか、そういうことは言っても、何かもっとファンシーな、こう、なんていうの、嬉しいようなことっていうのをあんまり頼んでなかったかなっていうのことが分かり始めたっていう感じだったね。望みを明で、確化にこう言葉に伝えてなかったってことですよね。そうそう、明確化にしてちゃんと伝えるっていうこええ、とを。まあ、すごく大事だったうね。ん。と特になんていうのかな、もちろん組み合わせだからね、いろんなことあると思うけれども、あそういうことがある人もいるかもしれないから、ちゃんと自分はやってほしいことを人に伝えてるかどうかってことも大事ですよね。で、それって、なんかその、育ち、まあ今は私みたいに三女だって人あんまりいないからないだと思うけれども、でもそれでもなんか逆に親が何でもやってくれちゃうと、要求しなくなっちゃってる、そういうのをうまくなっちゃってるような人もある意味いるかもしれないしね。で、結婚してみたら、あれ、親はやってくれたのにこの人やってくれないなんて人もいるかもしれない。それすら気づかない場合もありますよね。あ、親がやってくれてるのにって、そうそれすらなんか、あれで、なんかあのちょっと変。人はなんでやってくれないんだろうなんて思っちゃう。うん、相手が違って、ね、で相手はあなたのことなんてまだまだ知らない。うん。あなたがリンゴが好きってことは知らないかもしれないのみたいな話ですいや、本当だ。よ。ねえ。それって自分そういうのだの、と、それって自分のフィルターがあるっていうこと自体、分かって気がつかないとないんだ。気がつかないで自分自身すよね。気がつかない。うん。自分が何をやってるか気がつかないわけ。で、それを習慣的にやってるから、相手が違うとうまくいかなくなっちゃっても、なぜうまくいかなくて気がつかないとかね、いろいろ。だからそのことなんだけど、自分が何をやってるか、自分がどういう態度でその人に接してるかっていう気がついていくっていうことが、まあ、なんていうの、すごく大事なわけですよね。自分自身を見るってことは、そういうことから始まっていく。